皆さん、こんばんは。今回は、115番道路。金積市の北、流星の滝入り口に繋がる海岸線です。以前作成したここからさらに北、114番道路。こことの間には流星の滝があるのですが、まあそこは洞窟なので、金シダトンネル同様に無理やり繋げるとして、気をつけたいのは、海岸線、ということですね。海岸線という点についていくつか課題がありまして、まずは紹介時にすぐ違和感を感じられたと思うのですが、海面との高低差、です。本家を見る限り、草むらのある道路部分と砂浜、海面の高低差はそこまでないように見えるのですが、この前倉公園地方ではかなり高低差ができてしまいまして、崖っぽくなっちゃいました。なぜこうなっちゃったかというと、まあただ作り進めていただけなんですが、10日の森。ここで少しずつ高低差が生まれてしまい、結果、115番道路は崖になってしまったと。10日の森の出入り口あたりで高低差を調整すれば、この崖を解消できるのですが、まあ、海沿いの道路が、崖になっていて、高いところから水平線を望むことができる。こういう景色というかロケーション、好きなんですよってなわけで、本家ではないであろう、この崖による海岸線。このまま採用することにしました。自分の趣味思考優先しちゃってお許しくれっぴー。ちなみに、北の方は、山岳地帯を挟んで地形が分かれているので、そこは崖にしないようにしたのですが、それはそれで、その山岳地帯あたりの調整がごちゃごちゃになって、もう、はい、適当です。ってなわけで作り進めている海岸線。陸地はそんな高低差の問題こそあれど慣れたものなのでなんてことないのですが、やはり海の方、これはこれでねシンプルですが、大変。ああそうそう、海の話でこれもまた個人的な趣味思考になっちゃうんですが、海に生えてる岩。これ、あんまり設置したくないんですよね本家では探索範囲を明確にするため必要なもので、本来設置されていないと再現にならない、というのはわかっているんです。ですが、やっぱり海って、砂浜から、何も遮るものがない、どこまでも続く水平線。こういう景色を、見たくなるんです。ということで、海に生えている岩は撤去。どこまでも続く水平線を楽しみたい、と思います。が、その水平線、これもまた、作らないといけない景色なので、先ほどから海洋がしてます。以前の104番道路に引き続き、ってところですね。この海洋が作業も慣れてきまして、違和感はあったりすると思いますが、まな板の海底よりはマシ。って感じの海底と海を、作れるようになった気がします。ただまあ、今回、水平線が見れるくらいの範囲を海洋がしたわけですが、この範囲で、だいたい4時間くらいかかりました。当然、さらにこの先、この周囲も全て海なわけですから、今後本格的に海を広げるとき、一体どれだけの作業が必要になるか、改めて恐ろしくなってきました。まあともかく、今回は陸地から見えている範囲が水平線となり、海っぽく感じられるところまで海洋がして、完成した115番道路がこちらです。ということで、115番道路でした。西には海、東には流星の滝やあの山、の山岳地帯。雄大な自然に囲まれた道路で、東の山岳地帯こそまだ完成していないですが、そういった海や山などを感じられる地形になったかな？メイキング中にお話しした通り、海岸線が崖になっちゃったわけですが、山と海に挟まれた道路ってことで考えると、これはこれで、いいかなと思ってたりします。さて、山と海、その海側は今回作りましたので、次回は、山側。
あの山、もういい加減作らないといけないですが、その前に、流星の滝。山岳地帯の中にある洞窟、でいいのかな？神秘的なイメージがあり、好きな場所という方も多いのではないでしょうか。そんな壮大で、神秘的なイメージがある洞窟を、頑張って作りたいと思いますので、また次回、よろしくお願いします。